前回出されたのが2016年だと。ということは、群数列はもう大山の一つですね。結構不安に思ってる方も多いんですけど、群数列必勝法があるんですよ。はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回ですね、僕がセンター試験20年分を徹底分析して分かった群数列の必勝法をお伝えしていこうかなと思います。過去にセンター試験20年分分析の動画3本出してるんですけど、どれも好評で、そのコメントに今年群数列出るんで出してほしいですっていうコメントをたくさんいただきまして、で確かに20年間振り返ってみると、だいたい群数列3から5年おきぐらいに出てるんですね。で、前回出されたのが2016年だと。ということは、群数列はもう大山の一つですね。ただ、群数列っていうのは、ポイントをしっかり押さえれば、絶対解けるんですよ。センター試験レベルだったら。だから、もうそのポイントに絞って、過去4年分出された20年間で4回出された過去問を全部解説してる中で、ほら全部これで解けるでしょっていう流れで解説していこうかなと思います。ということでね、大山の一つ、群数列、早速やっていきましょう。はい、じゃあ、センター試験20年分徹底分析、群数列を完全攻略していきましょう。まず、群数列。これって本試に20年間で4回出るんですね。1999年、2003年、2010年、2016年。だからこの4年分をしっかりと今回解説していくと。で、だいたい4年、7年、6年と来てるので、もしかしたら2020年出るかもしれないと。大山の一つですね。群数列ってそもそも何かっていうと、例えば、なんか数列があったときに、これをあるところでちゃんとまとまりとして見れるもの。こういう群に分けられるものですね。それを群数列というわけですね。これが過去に4回出てるし、今年も出る可能性があるので、しっかり押さえていきましょう。で、群数列、結構不安に思ってる方も多いんですけど、これ群数列必勝法があるんですよ。その群数列の必勝法、このポイントを押さえてくれれば絶対できる。まず、群単位の項数と相和はすぐわかるんですね。項数と相和。要は、群単位。この中ですね。ここの項数は1、相和は1とか、項数2、相和4、項数3、相和9みたいな感じで、n 番目の群ですね。n 番目。の群の項数と相和すぐわかるんですよ。これは、n 番目の項数は n、相和は n 二乗だなっていうのはすぐわかるんですね。で、これが分かると何がいいかっていうと、n 群までの項数と相和も分かるってことなんですね。だから群単位で分かるってことは n 群までの項数と相和も分かるに決まってるんですよ。だから n 群までのっていうのは例えば第4群までの項数と相和は分かるんですね。っていうのも項数っていうのはその群単位の項数を足し合わせていけばいいので、1たす2たす3たす4みたいな感じで、これは。ってことは n 番目まではつったら1から n まで足せば、足す点々点足すで2分の n プラス n 括弧 n プラス1っていうのがすぐわかるわけですよね。一方で相和もすぐわかると。相和も1番目から n 番目までの群の相和を足し合わせていけばいいので、1から1の2乗足す2の2乗足す3の2乗足す点々点足す n の2乗をしてあげれば求まるわけですね。こんな感じで群単位がわかる。ってことは n 群までの項数と相和もすぐにわかる。それは群単位で考えてあげることによってわかるというわけですね。次のポイントが、何とかが第何項ですかとか、第何項は何ですかっていうそういったものを考えるには、第何群の何番目で考えると。もう群単位で考えるんですよ。群単位で。っていうことですね。4は何番目ですかっていうのはあれなんですけど、例えばじゃあ、第13項の数字は何ですかっていう問題があったときに、13項は第何群の何番目かなっていうふうに考えるわけですね。第13項は、何群目の何番目かなっていうことを考えてあげたときに、何番目の何項目か。それを考えるときのポイントが、一つ前の群の最終項を基準にすると良いことが多い。だから一つ前の群の最終項ですね。一つ前ってどこやねんってことかと思うんですけど、要は、群の最終項ってことですよ。13っていうのが分かんなかったら、その一つ前の群の最終項を考えてあげると。一つ前じゃなくて、その群の最終項を考えることもあるので、一つ前のっていうのは、一応括弧ぐらいですかね。はい。そうすると、何がいいかっていうと、群の最終項っていうのを基準に考えると、その n 群までの項数っていうのがすぐ分かるので、その n 群までの項数をそれぞれ求めてあげて、それの中で13っていうものに近いものを探してあげればいいんですよ。だから今回で言うと、2分の n 括弧 n プラス1が n 群目の最終項と。
だったら13に近いものは何かなっつったら、4を入れたら2分の 4×5 で10になりますね。だからこの4番目の群の最終項が第10項なんですね。っていうのがわかるから、ってことは、第5群の1、2、3と13だから1、2、3番目と。第5群の3番目なんだ、13項はっていうのがわかるわけなんですよ。そのことによって、じゃあその項はって言ったら5っていうのがわかるわけですね。5群だから。第5群は全部5が含まれてるから5っていうのがわかると。こんなノリでやっていけばいい。このポイントに沿ってやっていけば絶対解けるんですね。っていうのをこの4年分を通して見ていきましょう。1999年本試験から、諸項がマイナス100で交差が5の等差数列 AN の一般項は AN イコール何とかである。これ等差数列の項なので大丈夫ですかね。諸項があって、交差が5と、プラス5、プラス5、プラス5ってされていくよっていうことですよね。じゃあ N 番目はって言ったら、これ1番目、2番目、3番目っていうふうにやっていくと、N 番目はって言われたら、マイナス100に5が何回足されるかっていうと、上刻んで考えた。N-1 回ですね。だからマイナス100足す 5×N-1 っていうのがわかるわけですよ。諸項足す交差かけるその項数引く1っていうのはこれいう理由ですね。諸項に5を何回足してるかって考えれば明らかと。これ計算してあげると、これくくってあげてるわけですね。最初5でくくってあげてて、n 引く何が入るかっていうと、これ5でくくるとマイナス20になるから、中入れてマイナス21と。で、これで数列を求めるとき必ずやってほしいことが、1入れてみるんですよ。n イコール1。n イコール1入れると 5×1-21 で 5× マイナス20でマイナス100になりますね。で、諸項がマイナス100っていうのが合致してるから、問題なさそうだと。1入れるだけで、n イコール1の時が正しいということを確認するだけで自分の中の安心材料になりますね。あと、一回間違えてたら、その先も全部間違えちゃうので、そこのタイムロスっていうもののリスクを負わなくて済むと。だから1を入れてみました。とりあえず先行きます。で、この数列を次のように1個、2個、2の2乗、2の3乗個と区画に分けると。もう区画。だから群がこういう風に決まってきますよってことですね。じゃあ M 番目の区画の最初の項を BM と置くと B8 は何とかである。要は、まず群がどういう風に分かれているかっていうと、こういうことですね。マイナス100で交差が5のマイナス100、マイナス95、マイナス90っていう風にどんどん進んでいくもの。これらをこういう風に人為的に分けてあげたと。そうすることによって、これが第1、第2、第3っていう風に区画ができて、その区画の M 番目の区画の最初の項を BM とすると B8 は、つまり8個目の、8番目の区画の最初の項を求めましょうっていう問題ですね。これ B8。どうやって考えるか。これも極めて簡単ですね。B8 っていうのは、要は、さっきのまとめで言うと、こいつは何群目の何項目かなって考えると、第8群の1項目っていうのはもう言われてるわけなんですね。じゃあ、そいつを求めてあげるんですけど、じゃあ第8群の1項目、って言った時に、何がわかるかっていうことを考えてほしいんですね。群がわかれば、その群の中の個数がわかる。すなわち、必然的に、第何群までの項の個数っていうのがすぐわかるわけなんですよ。つまり、この1個前の最後、第7群の最後までの個数っていうのがすぐわかると。わけなんですね。だから、要は個数がここ分かれば B8 っていうものが全体の何項目かっていうのもすぐ分かるっていうことなんですね。だからこのここのベース、こいつを軸にして考えてあげるとすんなりいくと。こいつを軸にすると、こいつ何項目かなっていうふうに考えると、まずそもそも N 群目に何個入るかっていうと2の N 乗個ですね。2の N-1 乗個か。第1項目には2の0乗入っていて、2項目は2の1乗入っていて、2の2乗入っていて、2の3乗入っていって、点で、7項目には2の6乗個入ってるわけですね。だから、この7群目の最後の値っていうのは、全体で考えると、2の0乗足す2の1乗足す、点足す2の6乗。この等比数列の和を求めてあげればいいと。等比数列の和を求める方法っていうのは、3つ分かればよくて、諸項と項比と項数さえ分かればいいんですね。今回で言うと、諸項は2の0乗で1、項比はもちろん2、項数はって言ったら0から6なんで7ですね。っていうのが分かれば、諸項をまずかけてあげる。で、その後項比をこういう風に書いてあげる。で、あと項数をここに乗っけてあげるっていう何も考えずに、
これをそのまま機械的にやるんですね。諸項が2倍されれば、当然全体がそのまま2倍されるから、諸項をかけてあげるっていうのは、なんとなくわかりやすいと。で、あとは項比をこういう風に並べるっていうのはどっかで見たことあれば、こういう風に並べてあげればいいんですよ。で、最後項数をここの肩にポンって上の方に乗っけてあげれば、もう完成と。で、これで計算すると、127か。っていう風になりますと。だから、これで、これが127項目だっていうことがわかるわけですね。裏を返せばここが128項目だということがわかるわけですよ。大丈夫ですか？で、これが128項目なんだとあれば、この N に128を入れてあげれば、B8 っていうのは求まるなっていうのがわかると。128-21で107かける5で、535。こういう風に求められるんですよ。大丈夫ですかね？じゃあ次 B1 足す、点々点足す B8。ここを全部足してあげるわけですね。この B1、B2、B3、B4 と B8 と。これ見てあげれば A1、A2、A4、A8 って2倍、2倍、2倍、2倍っていう風になってるなっていうのがわかるんじゃないかなとは思うんですけど、どうでしょう？ M 番目の区画の最初。だから要は BM を求めるときに、はい、この BM が何項目かっていうことを考えてあげればいいわけですよね。この BM っていうものは要は M 番目の区画の最初の項だから、M-1 番目の区画までで何項あるかなっていうことをまず考えてあげると。そうすると、まず1番目の区画は2の0乗入って、2番目の区画は2の1乗入ってて、っていうのを足してって、2の M-2 乗まで足すと。これが M-1 番目の区画までの個数と。で、その次の項。だから、これで計算すると2の M-1 乗になるわけですね。だから2の M-1 乗2の M-1 乗番目の項が BM なんですよ。だからここの AN に、N に代入してあげれば BM がすぐわかると。BM は 5×2 の M-1 乗引く21ですね。こういう風になるわけなんですよ。だからあとは計算してあげればいいですね。1から8まで足すわけだから、M イコール1から8の時を足してあげればいいと。で、あとはこれを計算するだけなんですが、左側等比数列だから、さっきと同じように諸項を項比、項数で考えてあげると。諸項はつったら、この M に1入れてあげれば、5×2 の1乗だから5というわけですね。で、項比は当然2だから、こういう風に書く。で、項数はつったら M が1から8まで足すわけだから8だね。で、引く、この 5×21 の105を8回足すわけだから 8×105 と。で、ここは 5×255 だから1275か。で、ここ840。よって答えは435かな。っていうのがわかります。じゃあ最後、6番目の区画に入る項の和はって言われてるわけですね。これもすごく簡単。6番目の区画に入る項の和。これはすぐ求まるわけですね。要は、区画の中で何を考えてあげるか。この区画の中は全部等差数列になってるわけですよ。等差数列。等差数列になってるってのは大丈夫ですよね。等差数列を区切っただけなんで、中は等差数列に決まってる。等差数列の和っていうのをどうやって求めるかっていうと、もちろん、最初かける最後を項数でかけて割るにすればいいわけですね。それはなぜかっていうと、A1 足す A2 足す点々点足す AN っていうのがあって、これは等差数列だったら、AN プラス AN-1 足す点々点足す A1 っていうものを足してあげると、全部一緒になるわけですよ。なぜかっていうと、ここの部分で、プラスなんとか、プラス等差っていうのがあったら、こっちマイナス等差っていう風になってるわけですね。逆向きになると。だからここが相殺されて、結局足したものは一緒になるということになる。だから、最初と最後足したものが、ずらーっと N 個、項数分出てくるから、それを半分にしてあげればいいと。2個足してるからね。ということで、6番目の区画に入る項の和はって言われたら、等差数列だから、最初と最後の項を求めてあげて、あと項数かけて割るにすればいいんだっていうことがわかるわけですよ。じゃあ最初はっつったら、6番目の区画の最初だから、B6 ってことですね。B6。だからこの、M に6を入れてあげればいいと。そうすると、5×2 の5乗引く21。2の5乗引く21は32引く21だから11と。かける5だから55と。だから最初は55。
じゃあ次、6番目の区画の最後はって言われたら、7番目の区画の最初がこれでわかるから、それの1個前っていう風に考えてあげればいいと。そうすると、7番目入れると2の6乗だから、ここが64になって引く21で43とかける5が215の1個前の項だから、5を戻してあげれば210になるのね。で、じゃあ6番目の区画に何個あるのって言われたら、2の0乗、2の1乗、2の2乗、点々点っていくわけだから、まあこれの4個を1個、この数字を1個下げて2の何乗っていう風にしてあげればいいと。だから2の5乗ですね、これは。2の5乗。それを半分にしてあげればいいというわけですね。これ計算してあげると、32を半分にして16で、265×16 だから、4240か、になりますと。計算してあげてるだけなんでね。まあ、こんな流れでできると。要は、群をしっかり分けて、まあ、最初だったり最後だったりっていうものを求めてあげると。その過程で、その群に何個あるかなっていうことをしっかりと毎回考えてあげることが重要なんです。次、2003年の本試験の問題に移ります。等比数列がある第6項は、これはもう一旦いいですね。等比数列があるって言われてるわけだから、何倍されてんだろうって言ったら、マイナス3分のルート3倍か。これもマイナス3分のルート3倍かっていうのがわかるから、第6項はっつったら、初項にマイナス3分のルート3を何回かけてんだろうって。まあこれマイナスルート3分の1なんですけど、もう5乗ですね。5回かければいいんですよね。6項になるまでには。これ計算してあげると、マイナスルート3分の2か。だから、マイナス3分の2ルート3になると。次に、初項から第15番目までの奇数番目の項の和はって言われてるわけですね。奇数番目の項。これっていうのは、等差数列もそうですし、等比数列もそうなんですけど、要は1個飛ばしとか2個飛ばしとか、ある一定の飛ばし方をしていくと、結局それは等差数列は等差数列になるんですよ。だから等比数列で言うと、2回マイナス3分のルート3をかけてあげてるわけですね。奇数番目。要は2個飛ばしすると。そうすると毎回マイナス3分のルート3が2回かけられたものが出てくると。だからそれは結局等比数列になると。じゃあその等比はって言ったらこれの2個分だから3分の1なんですね。だから初項が18で、どんどんかける3分の1っていう風にされていくものの数列の和を求めていこうっていうのがこの問題ですね。じゃあ何を考えればいいかっていうと、等比数列の和だから初項18、項比3分の1、あと項数を求めてあげればいいと。項数がここに乗ってくるというわけですね。こんな感じですんなりできる。じゃあ、初項から15番目までの奇数番目の項を並べていったら何項できるかなって言ったら、1、3、5、7、9、11、13、15の8項ですね。いうふうに分かるわけです。まあ数えたんですけど、その1、3、5、7、9、点々点っていうところを、これを第1番目、2番目っていうのを対応させるとき、どういう関係式が成り立ってるかなっていうことを考えてあげればいいわけですね。そうすると、これを2倍して、下の方を2倍して1引くとこれになる。言い換えれば、こっちの上の方をプラス1して半分にすれば下になるっていうことが分かればいいと。15たす1割る2で8と。で、これを計算してあげると、計算以下略で243分の、6560ですね。こんな感じになるわけです。まあ、ここは群数列とはあんま関係ない。です。次、数列1、2、2らーっとの n 項を an とする。この数列をこういう風に分ける。あ、これさっきやったやつですね。第1区画から第20区画までの区画に含まれる項の総数はって言ったら、これもうだから項単位に考えるわけですよ。項単位に考えると、1、2、3と入ってる項数はすぐ分かりますね。ってことは、第1区画から20区画までの区間に含まれる項の総数もすぐ分かると。1から20までのその項を足せばいいわけだから。n 番目に n 項入ってるわけですね。n 番目の群には、n 項入っている。だから20区画前までの区間に含まれる項の総数はっつったら、1から20まで n を足してあげればいいと。だから、要は計算すると210だというわけですね。だから215項、A215 はって言われたら、こういう風に考えるわけですね。これは何番目の、何群目の、何番目の項か。っていう風に考えればいいんですが、20区画目までで項が210ってことは、これも21群目の5項目っていうことがわかりますよね。21群目の5項目。で、21群っていうのは要は21の数字しか並んでないわけだから何項目だろうが21と
いうことがわかるわけです。次に、第1区画から第20区画までの区間に含まれる項の総和はって言われてるわけだから、これっていうのは、第 N 群に含まれている項の総数も簡単にわかりますね。全部 N。N が N 個並んでるわけだから N の2乗と。総和は N の2乗。だからそれがまた群単位で考えてあげて、1群から20群までって考えてあげると、N の2乗を1から20まで足してあげればいいと。これは、まあ、いわゆる公式ですね。これ計算してあげて、2870か。ということで、ここに2870というふうに書いてあげればいいわけですね。次、A1 から AN までの合計が3000以上となるような最小の自然数 N は何ですかっていう問題なんですね。これっていうのは、要は群単位で最後のところ、その一つ前の群の最後まで考えるっていうことを考えると、1から20群目までの和が2870。よって、あと、ちょっとなんですよ。あと130か。差の130必要なんですね。それを21で埋めてあげる。20、要は、1から20まであって、ここが。で、あと21、21、21、21、点々点ってなるってわけですね。ここ、まあ20群あるわけですね。20群。20群分今まとめたんですけど、21、21、21、21っていうので、うまく残りの130を埋めてあげると。そしたら何個足せばいいかっていうと、7個足せばギリギリいけますね。21×6 は126で、21×7 は147なので。とすると、どこまで考えてあげればいいかというと、この210個あったものの、次7項目まで。だから217ですね、これは。答え。こんな感じでわかるわけなんですね。簡単だと。次、2010年行きましょう。自然数の列、1、2、3、4、こういう風に分けるっぽいですね。なるほど。どういう風に分けたかというと、第 N 群は 3N-2 個。この項からなると。もうこれで、項数はもう与えられているので、当然、N 番目の最後の項の項数、何項目かっていうのもすぐ分かるわけですね。それを1から 3M-2 を1から N まで足してあげればいいわけですね。A1 イコール1、第 N 群の最後の項を N で、AN で表すと。だから A1 が1、A2 が5、A3 が12、じゃあ A4 はっていう感じ。で、AN-AN-1 はっていう風になっていってるわけなんですが、要は何個あるかっていうと、ここ1個、4個、7個、10個っていう風に増えていくわけですね。だからこれは、これ1番目、これ5番目、1たす4で。これは7さらに足して12と。これさらに10足して次22という風に進んでいく。じゃあ AN-AN-1 はって言われたら、どうやって考えるかというと、AN-AN-1。要は N 群と N-1 群。っていうのを考えると、どれだけ増えるかって言ったら、N 群にどれだけ含まれてるか。この項数分だけ増えますよね。だから N 群の項の個数 3N-2 がここに入ってくるわけですね。あとは、この全化式を解いてあげればいいわけですよ。が成り立ち AN イコールっていう、この全化式を解いてあげればいいわけですし、まあわかんなくても、これでわかりますよね。N 番目の最後っていうのは、1たす4たす7たす10たす点々点で 3N-2 まで足してあげればいいんだ。等差数列の合計をしてあげればいいんだっていうことですね。よって、最初が1たす最後が 3N-2 の半分を項数 N 個分でかけてあげればいいと。これを展開すると2分の 3N2 乗引く2分の 1N か。こういう風になるわけですね。もう非常に簡単。よって600は第7群の小さい方から何番目の項である。やっぱりもうこういう風に考えるわけなんですよ。ある数字は群の何番目かって考えるっていうことですね。で、その時にその一つ前の群の最後のところを考えてあげる。それがもう AN に当てはまってるんで、本当にこれ群数列の基本の木にのっとってやってるわけですよ。じゃあこの AN っていうものが600っていうのはどこまでいくかなっていうことを考えるわけですね。2分の 3N2 乗引く2分の 1N に600を一番近づけるのはっつったら、まあ、とりあえずイコールで結んであげてもいいですし、適当にもう20とか入れたら、20× の2乗400で、2分の3で600か。なんかすいません。一発でなんかこう、たまたま、それっぽいの出てきてしまいましたね。n イコール20入れると、こんな感じでね、適当にだいたい10とか20とか30とか入れてみて、もうちょいこっちか、もうちょいこっちかってやっていけばいいんですね。そうすると2分の 3×20 の2乗引く2分の 1×20 か。だから600-10で590になるわけなんですよ。これは何を言いたいかというと、20群目の最後の項が590ですよっていうわけですね。じゃあ、この600はっつったら21群目の小さい方から10番目。こ
これちゃんと10番目っていうのが、この21群目に含まれている個数より小さいっていうことを確認すればいいんですが、しなきゃいけないんですけど、まあそれは問題ないと。じゃあ次。n イコール1、2、3に対し、第 n プラス1群目の小さい方から 2n 番目の方を bn で表すと、bn イコール何？要は、この数字は何ですかっていうことを聞いてるわけなんですよ。これは、第 n 群の最終項をまず考えてあげると、2分の 3n2 乗引く2分の1のがそのまま来る。で、その次の、その終わり、これが n 番目の終わりですね。n 群の終わり。こっから次 2n 足す、2n 番目っていうことを考えていけばいいので、足す 2n と、単純に。だから、2分の 3n2 乗足す2分の 3n ということがわかるわけですね。で、bn 分の1はこれと。もう部分分数分解ですよ。これ出そうですね。2分の3かっこ n プラス1っていう風にできるから、bn 分の1っていうのは3分の 2n かっこ n プラス1分の1っていう風になると。で、こいつを部分分数分解してあげると、こういう風になるというわけで、これを k が1から n まで足してあげると、3分の2かっこ、ここの中身を足してあげるわけですね。k が1の時、1分の1引く2分の1、k が2の時、2分の1引く3分の1、こういう風に列挙するのが多分ね、間違いがなくていいと。点々点で、n-1 分の1引く n 分の1足す n 分の1。これが最後ですね。で、ここの部分が全部消えてくれると。シャッシャと。あ、ここが消えなかった。ここで消えると。だから残るは1分の1引く n プラス1分の1で、計算すると n プラス1分の n と。それを3分の2倍してあげるので、ここに入るのが 3n プラス3分の 2n ですね。はい。で、一応まあこれ何回も途中でやってほしいんですけど、n イコール1を入れてあげると、要は b1 分の 1。b1 分の1は2分の3足す2分の3で3になってるはず。だから3分の1が答えになってるはず。1入れると3足す3分の 2×1 で3分の1になってますね。だから間違ってないだろうというふうに言えるわけですよ。次。最後2016年です。第3問。新分数をこういうふうに並べるというわけですね。これもだから自分で区切ってくれってことですよ。こんな感じで。分母が2分の何とか、分母が3分の何とか、分母が4分の何とか、で、分子は1、2、3というふうに順番に並んでいくと。じゃあ A15 は何ですかって言われると、これも結局同じように考えると。第 N 群に何個入ってるかなと。1群には1個。2群には2個。3群には3個。4群には4個。5群には5個というふうに考えてあげてるわけだから、それぞれの項の最終項っていうものがわかるわけですね。n 群目だったら2分の n プラス、かっこ n プラス1か。だから、これは、ここの最終項っていうものを軸にして考えてあげると、これ n 群目だったら、これは2分の n かっこ n プラス1番目というのがわかるわけですね。だから、まあ A15 って言われたら、まあ当然普通に1たす2たす3たす4たす5っていうのが見えれば5群目の最後ということで、分母が1群目の時に2群目の時3、3群目の時4っていうことを考えると5群目の時は6ということで、その最終項だから6分の5っていうのがわかるわけですね。で、分母に初めて8が現れるのはって言われたら、初めて8ってことは7群目の最初を求めましょうってことですね。だから、もちろん、6群目の最後っていうのを軸にして考えると、まあ、2分の6か6プラス1で最初からやっていいか。に、その次というわけで22というふうに言えるわけですね。次。k を2以上の自然数とする。数列 an において k 分の1が初めて現れる項を第 m k 項として、k 分の k-1 が初めて現れる項を第 n k 項とする。k 分の1っていうのは、k-1 番目の、k-1 群の最初と。だから、これを k-2 群目の最後っていうふうに考えてあげて、2分の k-2、かっこ k-1 の次ですね。展開してあげればいいわけですよ。2分の1、2分の3、2と。で、もちろん、2次だったら、これ、k-2 群目っていうものを考えている以上、この k が2の場合は考えられないんですね。だから k が3以上の場合はこれで k イコール2の時も正しいみたいにしなきゃいけないんですけど、センター試験の範囲ではもう気にしなくていいです。k 分の k-1 が初めて現れる項をっていうふうに言われたら何するかっていうと、これは k-1 群目の最後の項だと。だから簡単でそのまま2分の k-1、k っていうものを求めてあげればいいと。2分の1、2分の1と。よって A104 は何とかである。
この104番目の項が何かなっていうふうに考えるわけなんですけど、これも同じで、これを見てあげるっていうよりは、n 群目の最後の項が2分の n 括弧 n プラス1番目だっていうことから考えて、これが何群目の何番目ってことを考えるわけですね。何群目の何番目ってことは、その前の群の最後の項を軸にして考えてあげると、要は2分の n 括弧 n プラス1番目か。番目が n 群の最後だから、だいたいどうなってんのかなっていうことを考えると。A104、適当に代入すると、10入れると55ですよね。10×11 割る2で55で、15入れると 15×16 割る2で120と。超えるな。13入れると 13×14 割る2、91。13入れると2分の 13×14 割る2で91。14入れると2分の 14×15 で105と。ってことは、これ14番目の最後が105だってことは、その1個前だっていうことがわかるわけですね。14群目っていうのは分母が15。で、最後の項は15分の14。だからその1個手前だから15分の13と。ことが言える。こんな感じでスムーズにできる。最後ですね、これが。本当の最後。k を2以上の自然数とすると、第 m 傾向から第 n 傾向までの和。これからこれまでの和。これは結局、k 分の1が初めて現れて、k 分の k-1 が現れる項までってことは、第 k プラス1群の和ですよね。これ何が含まれてるかっていうと簡単で、k 分の1、k 分の2、点々点、k 分の k-1 が書かれてると。だからこれを全部足してあげると、k 分の、で、分子が2分の k、k-1 という風になるから、約分して2分の k-1 ですね。だからここに当てはめると2分の1、2分の1になると。したがって数列 an の初項から第 n 傾向までの和は、これも結局一緒ですよ。群単位の和を求めてあげて、初項からそこの群の終わりまで求めてあげてると。だからこれは、第1項が k は2以上の自然数だから、最初2入れてあげるわけですよね。2。k イコール2の時が最初。2分の1っていうのが最初だからね。の時は2分の 1×2-2 分の1。で、k イコール3の時は2分の 1×3-2 分の1みたいな感じになっていくと。で、それが k イコール k の時まで。2分の 1k-2 分の1まで。を足してあげましょうっていう等差数列の和。単純に等差数列の和だから、初項が2分の1と。最初が2分の1、最後が2分の 1k-2 分の1と。かける項数は k-1 ですね。2から k の。だから。それを半分にしてあげましょうっていうことで、これが消えて、4分の 1k、4分の k かっこ k-1 か。だから、これ、フォーマットに合わせると4分の1、4分の1ということがわかるわけですね。よって、1から103まで足すと、103ってさっき、103は15分の12か。104っていうのが15分の13ってことは、103っていうのは、A103 っていうのは15分の12か。ってことは、これを使ってあげると、第 n 傾向っていうのは k 分の k-1 までですね。だからその一つ前の群の最後の14分の13まで2分の1からこう点々点で足してあげると、この k に14入れてあげた数字、4分の 1×14 の2乗引く4分の 1×14 と。がわかる。そこから足す15分の1足す点々点足す15分の12っていうのをさらに足してあげればいいから、15分の1かける分子が2分の 12×13 になると。これを計算してあげればいいわけですね。計算省略します。10分の507。これで求まりました。ということで、まとめ。群単位の項数と相和っていうのはやっぱすぐわかるんですよ。与えられてたりするからね。最後の 3n-2 みたいな感じ。あと、普通に1、2、1、2、3、4みたいな感じですぐわかるようになってる。で、相和も、等差数列だったら最初と最後足してかける項数割る2っていう風に項数が分かればすぐ分かるしっていう感じですね。で、それが分かれば、それを1個目から n 個目まで足してあげれば項数と相和も分かると。そうすると n 群目の最後の項っていうものを軸にして考えることができるわけだから、その群の最終項を基準にして、何とかが第何項っていう場合は、それを軸にしてそこから何個かなっていうことを考えてあげることで、第何群の何番目で考えることができるというわけですね。これで絶対できるんですね。うん。あとはその場でしっかりとその群数列、どういう群ができてるのかっていうことを向き合ってあげるっていうことが重要ですね。だからもう本当にこれが全て、これで全部群数列はもう大丈夫なんですね。だからセンター試験の山だと、大山だと言われていて、かつ意外とね、そんな群数列演習積んでない方が多いと思うんですけど、基本的に怖がる必要はないかなと思います。出てきたらむしろラッキーだと。
普通の数列だったら結構難しいの出せるところを群数列が出てきたら、本当にもうこれでやったら全部できる。その場のノリで全部できちゃうっていうことを思って安心してください。安心してもらうことが大事かなと思います。だからもう群数列出たらむしろラッキーだと思ってください。はい。ということで、こんな感じでセンター試験の山の群数列解説してきました。もしよかったと思う方は、チャンネル登録、高評価、あとコメントでこういう動画出してほしいよっていうものを教えてもらえたらなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。